緑いっぱいの丘の上で、みーちゃんは好意を抱く黒柳先輩にラブレターを書いていました。でもみーちゃんは自分の気持ちを上手に書くことができず悩んでいました。するとそこへお友達の京子さんがやってきました。みーちゃんは頭がいい京子さんにラブレターの文章を見てもらうことにしました。ラブレターを読んだ京子さんは文章に違和感を感じてしまいました。それはなぜかというと、とても事務的な文章だったからです。京子さんは少し引いてしまいました。話題を変えようとしている京子さんは新型のタッチパッドを自慢してきました。京子さんは相性診断アプリでみーちゃんと黒柳先輩の相性を診断してみることにしました。みーちゃんはドキドキしながら診断結果を待ちましたが、悲惨な結果となりました。さらに京子さんも黒柳先輩との相性を診断した履歴も見つけてしまいました。みーちゃんは京子さんに対しちょっと嫉妬してしまいました。動揺を隠しきれない京子さんは休養を思い出し、その場を後にしました。気分が落ち込んでもみーちゃんはラブレターを書き続けます。いつの間にか周りは真っ暗。疲れたみーちゃんはお家へ帰ってお風呂に入ろうと思いました。お風呂上がりのみーちゃん、毛を乾かすのに60分かかります。その頃山奥からたぬき番長がやってきました。たぬき番長は机の上に置いてあったラブレターに気がつきました。いたずらが大好きなたぬき番長はラブレターに落書きをしてしまいました。翌日みーちゃんは昨日の続きを書こうとラブレターを開けた時です。そこにはみーちゃんの思いが詰まった文章にひどい落書きをされていました。落書きをされたみーちゃんは大激怒。するとそこに通りすがりの京子さんがやってきました。荒ぶるみーちゃんの光景を目の当たりにした京子さんは昨日の出来事を思い出しました。相性診断アプリの履歴を見て私に嫉妬して今日まで引きずっていると勘ぐってしまった京子さん。みーちゃんの気が収まるタイミングを見計らい、昨日の件は誤解だったと謝罪をしようと決意しました。京子さんは心を込めて謝りました。さらに京子さんは買ったばかりの新型タッチパッドをしっかり持つようにみーちゃんに言いました。みーちゃんは何が起こるのか分かりません。すると次の瞬間、タッチパッドの画面をめがけて京子さんは回し蹴りを入れました。バキッと音を立てた画面に修復不可能なひびが入りました。突然の出来事に驚いたみーちゃん、タッチパッドに回し蹴ってしまった経緯を京子さんから聞きました。みーちゃんが怒っていたのは京子さんへの嫉妬ではなく、ラブレターに落書きをされたことに腹を立てていたそうで、京子さんの単なる思い込みでした。気を取り直したみーちゃんは書き直した文章を完成させました。そしていよいよラブレターを渡す時がやってきました。みーちゃんの恋を応援する京子さんも一緒についてきてもらうことにしました。みーちゃんの思いを込めたラブレターはポストに投函されました。みーちゃんは黒柳先輩から素敵なお返事が来るのを願っていました。ある日、
毛を乾かしていた時のことです。外にあるバスタブからポチャンと音がしました。何の音だったのか気になったみーちゃんはバスタブまで見に行きました。向かった先にはバスタブに落っこちた流れ星が浮いていたのです。みーちゃんは流れ星を手に取り夜空を見上げました。みーちゃんは流れ星をぎゅっと抱え込んで黒柳先輩のことを思い願いを込めました。みーちゃんはどんなお願いをしたのでしょうか。それはみーちゃんだけにしかわかりません。